サイン会何人ぐらいの人にして、いや、めちゃくちゃ多かった。なんかめっちゃ並んでたね。うん。てかさ、その、エボ J とかさ、行く人のってそういうのもあんだろうね。まあ、俺だけじゃなくてさ、いろんなさ、プレイヤーが来るから、そこでサインもらうの込みで行ってる人とかもいそうだよね。整理券とかはなかったと思うけどね。うん。マジで、時間、1時間ぐらいで区切ってたけど、うん、めっちゃいたね。15分前に行ったらもう締め切られてた。あ、そうなんだ。マジで歩けねえよ、俺。会場。俺さ、俺流のテクニックがあって、写真とか言われるじゃん。ね。写真撮るじゃん。で、この辺にいる人が写真撮りたがってるの知ってんの俺は。もうなんか立ち位置とかでわかるじゃん。なんか、あーってなってるから。でもそれを視界の端で捉えて、あ、来るのは知ってるんだけど、この写真の、あれが、一連の写真のあれが終わって、ちょっと次の人がいいですかっていう間に一瞬の間が生まれるじゃない。当然のことながら。その写真撮り終わって、ありがとうございましたって言ったところにすかさずさっとこう、肩をスッと入れてくる人はいないわけで、大体、ありがとうございました。あ、梅原さんすいません。これぐらいの間があるわけよ。あ、どうもありがとうございました。あ、どうも、応援してます。ありがとうございます。あ、梅原さんすいません。これぐらいの一瞬の間があるわけですよ。時間にして、まあ、50フレぐらいあるわけですよ。で、その無敵時間を利用して、俺はぐいっと前に出る。っていうのは、喉が渇いたんですよ。で、まあ、ローソンが近所っていうか、まあ、200メートルぐらいの距離にローソンがあったんで、行きたいなと思ったの。ところがですよ、こう亡者の群れが襲ってくるわけですよ。で、その亡者をやっつけた後に、俺は喉が渇いてるから、もたもたしてらんないわけ。そうするとまた無敵時間が切れて亡者が襲ってくるから、無敵時間の間に、うわーって、いけるだけ行くわけ。あーって。で、その無敵が切れた時にタッチされるじゃん。あーはいはいはい、写真ね、みたいな。分かってんだよ。もう全部分かってんの。絶対にこの人が来るってのは分かってんだけど、無敵を利用してちょっと一歩でも遠くへっていう苦労がありますよね。でもさ、なんか例えばだよ。逆にさ、じゃあ写真撮ります。ありがとうございます。つって。で、本当は、もう知ってるわけだよね。この人たちも来るよねってのは分かってんだけど、そこでさ、その人たちの方向くのもやらしいじゃん。なんか、サインだよねとかさ、写真でしょっていう顔するわけにもいかないじゃん。だから、来るのは分かってんだけど、俺もそこはプロレスしなきゃいけないわけよ。あ、どうもーって、もう何もないですよねーの演技をしなきゃいけなくて、俺も。その演技時間によって距離を稼ぐっていう。今ちょっとすいませんじゃダメなの。いや、そこだよな。そこなんだよ。それがやっぱね、できないね。やっぱほら、スタートがさ、ゴミだったわけで、我々は、扱いが。ゴミスタートだからね、やっぱできないんだよ、それが。まあ、ありがたいなって思わなきゃいけないな、それは。そうなんですよ。だからやっぱいや、だからね、思うのよ。なんか、多分、小さいことじゃん、正直。サイン、いや、ちょっと今から試合なんだ。まあ、言っていいと思うんだけどね、ちなみに。他の人たちは全然言っていいと思うんだけど、まあ、俺自身の話で、試合前だからちょっとごめんなさいとかさ、ちょっとなんか、飲み物買いに行きたいですからすいませんとかさ、ちょっと、今日はなんか集中したいんですいませんとかって、まあ、言っていいと思うんだけど、別に。それを言い始めたあたりから、なんかやっぱね、なんか態度に出てくると思うんだよね。で、態度っていうか、そういう態度が、なんかやっぱり自分の内面を変えていくと思うんだよ、徐々に。おごるというか、おごっていっちゃうというか、気持ちが。だから気をつけてる、それは。偉すぎるんだよ。偉すぎる。枕買うわ。そう。いや、でも本当にね、行動が、やっぱりね、人格に影響を与えるからどうしても。人格というか、まあ、感情というか。だからやっぱそれはね、やらないようにしてる。そう。ただ、まあ、それは、純粋に、俺のストーリー、俺の人生のストーリーとしてできないっていうだけ。ゲームなんて、ゲームやってること内緒にしてたみたいな、そういう歴史がある俺だから感じることで、
まあ、現代のゲームなんてさ、そんな日陰もんじゃねえじゃん、ゲーム趣味って。だからそういう人たちはいいと思うけどね。そんなこうそこまで、まあ、謙虚というのかなんか分かんないけど、謙虚になる必要はないと思うけど、俺の歴史を考えるとまあそうなっちゃうよねっていう。そんな俺もさ、寝不足だとちょっと人に当たったりするんだよね。にちゃ。いやーでも久々に3万歩ぐらい歩いたよね。3万歩ぐらい歩いたよ。俺はね、本当はね、代官山まで行きたかったんだ。なんかさ、ちょっとごめんね、全然関係ない話なんだけど、昔さ、その代官山とかをさ、ブラブラして歩いてる時にさ、この店入ってみたいなーって思った店が何軒もあったわけ。でも入らなかったわけ。なんかお金なかったしね。で、そういう店が20年ぐらい前からあるわけだけども、入ってみたいよね。20年越しに。どういう系？いや、今から考えると別に高級でも何でもない店なんだよ。今から考えるとね、普通の店なんだけど、やっぱさ、マックとかさ、てかその値段の分かんない店って怖くて入れなかったよ。だからチェーンばっか入るじゃん、若い時って。ディオールとか、いや違う、そんな、その服じゃねえ。あ、代官山だからそういうふうに思った？いやじゃなくて、食い物屋とかさ、最近代官山お店が潰れてるから少しさ、なんかそうみたいね。値段分からないの怖い。そうだよね。食い物屋。そう。でもなんか今だからこそ行きたいなっていう。多分別に何でもねえ店なんだけど、うまい店でも何でもねえんだけど、あの時入りたかったけど入れなかったよなっていう店に入るのって結構よくね。代官山は結構寂しくなってます。そうだよね。ジャンルはね、なんか、いや、わかんねえ、それも。いや、今見たらなんてことねえ店だと思うんだよ。ギースステージみたいな店。いや、ギースステージって、何のゲーム？代官山ね。代官山の全盛期っていつなんだろうね。神楽坂が大人になったら大したことないってなった時、神楽坂。鳩麦、ありがとう。20年くらい前。まあそんなもんだろうね。あの頃はなんか人いたよね。そういやなんか原宿に、さあ交差点になんか商業施設団子商業施設って言ってたけど、商業施設できたね。その商業施設っていう言い方がちょっとあれなんだけど、原角っつうの。そう銭湯とかあるやつね。そうなんかそうで、その話をさ、この間夜中になんか散歩したよ、旦那と。で、なんかそういう銭湯できたんだよねみたいなこと言ってて、へえそうなんだって言ったら、よく知ってんねって後ろから声がして、っつって振り向いたら、なんかずっと後ろ歩いてるおじいさんがさ、話に入ってきて、そうなんだ、あそこ銭湯あるんだよっつって。で、夜だよ、結構夜で、はい、まあそうなんですねみたいな話をして、結構喋ってんだよ。で、へえみたいな、なんかすげえツッコミどころ多い人だったんだけど、でもなんだっけな、いやもうね、お湯ってのはどこでも出んだよみたいな。お湯ってのはもうある程度の深さをね掘れば絶対どこでも出るんだっつって言われて、じいさんに。後から年聞いたら83歳だったんだけど、どこでも出るんだって言われて、そうなんですねって。じゃあその原宿のやつって温泉なんですかっつったら、いや銭湯だよっつって。なんだその話と思って、掘ってねえじゃん、なんでその話したんだと思って。あと、俺は麻雀屋やってるんだっつって。そうなんですね。麻雀屋やってんだって。来たらまあ打てるよみたいな言われて、そうなんですね。なんて店なんですか？それは言えねえっつって、早くどっか行かねえかなと思って。だね、ぐらいでもね、その団子がね、いやすごいよねっつって、83歳であんなに喋れてすごいよねみたいな話をしたんだけど、で俺が言ったの、いやそうじゃねえんだよっつって、喋るのはいくつになっても結構できるのよ、老人っつうの。何ができないかっつうと、聞くことができなくなってる。だから俺が言った質問とかにはちゃんと答えれてないのよ。何々なんですかとか聞くと、なんかシーンみたいな。そうで、自分の喋るっていうのはできるわけ。なんかその格ゲーで言うならさ、連続技って誰でもできるじゃんみたいな。昇竜拳出すだけだったら誰でもできるみたいな感じで、言いたいことを言うことはできんだよ、年食ってても。ただその差し返しとか対空とかラッシュ止めるとか、そういうのはできなくなってくんだよな。そう
そうなんだ。だからなんかこう人の話が聞けなくなるっていうのはもしかすると老化かもね。我々もね気をつけないとね。